遊びに来てください。で、今週は3連休ですよね。久しぶりの。皆さんは何か予定はありますか？自分は特に予定ないんですけど、せっかくの3連休なので買い物をしたりとか、家にずっといるんじゃなくて外に行きたいなって思ってますね。で、この3連休、月曜日が海の日で祝日になってるんですけど、海派山派ってあるじゃないですか。海が好きか山が好きかっていう、皆さんどっち派ですか？自分は完全に山派なんですよ。海じゃなくて山の方が好きなんですけど、大学生の頃、結構周りにも山登りが好きな友達が何人かいて、で毎年富士山とか他の山にも登ってたんですよね。だからもう富士山は4回登ったことがあるんですよ。4回。なかなか4回も富士山を登ったことがある人っていないんじゃないですかね。っていうのも、富士山って主に4つルートがあるんですよ。で、それぞれもう全部のルートを1回ずつ登ったので、もう富士山を制覇したと言っても過言ではないですね。今もう大学生の頃の話なので、最近はあんまり山登りもしていなくてわかんないですね。最近もう今登る元気があるかどうかは。で、山派なんですけど、去年久しぶりに海に行ったんですよ。で、会社の人何人かと海に行ってきて、っていうのも、その時はちょうど金曜日ですね。金曜日に会社の人と飲みに行ってたんですね。で、その日はだいたい終電前くらいに解散して家に帰ったんですけど、家に帰って落ち着いてだいたい1時くらいにさっきまで一緒に飲んでた会社の人から連絡が来て、ねえ明日海行かないって。もう誘い方が青春すぎるなと思ったんですけど、もうそういうかっこいい誘い方をされて、で自分も予定なくて暇だったんで行きますって言って、フットワーク軽く行きますって言ったんですけど、そしたらその会社の人が、じゃあ6時にここ集合でよろ
し間に合ったんですけど、とはいえそもそもが海派じゃないので、海パンとか、その海に持ってくグッズを何にも持ってなかったんですね。持ってなかったですし、そもそも何を持ってけばいいかっていうのがあんまり分かってなくて、もう一旦タオルと着替えと、なんか分かんないですけど、一応トランプだけ持って行ったんですよ、去年。海に行くのにトランプっていう、さすがに初心者すぎますよね。修学旅行みたいな持ち物を持ってとりあえず行って、で一応海の近くのスーパーで海パンとかは調達して、海に入ってたんですけど、途中で日焼け止めを持っていくのを忘れたことに気づいたんですよ。一応家出る時に日焼け止めを塗ってはいったんですよ。塗ってはいったんですけど、当たり前なんですけど、海に入ると取れちゃうじゃないですか、日焼け止めって。だからこまめにつけないといけないはずなのに、それを全然できてなくて、なのでもう帰る時には全身真っ赤っかになってて、日焼けというかもうやけどですよね。真っ赤になっちゃってて、もうそこから何日間かは体中ヒリヒリして痛くて、もうただ歩くだけでその服が擦れて、もうそれが痛いんですよ。服が擦れるのですら痛くて、もう服着るのも嫌になるくらいで、だから基本家にいるときはもうほぼ全裸で過ごしていて、それぐらい去年は大変でしたね。海の失敗談なんですけど、さすがに日焼け止めは持ってかないとダメだなっていうふうに思いましたね。ちょっとちゃんと今年海に行かれる方は日焼け止めを持参してくださいね。自分も今年もちょっといつ海とか山に誘われるかわからないので、前日誘われても、前日というかもう当日の深夜に誘われてもいけるくらいちゃんとちょっと準備をしておこうと思います。はい、では最後までご視聴